はい、皆さんこんにちは。ミシガン在住29年、うまいこと井原です。今日のエピソードでは池のエアポンプ取り付けの様子を配信します。このファームには縦約50メートル、横約30メートルの池があります。池の縁の水深は約1メートルで、中心の深いところは約4メートルあります。前の住人から約5年前までは池のエアレーションをしていたと聞きました。引っ越したばかりの当時の池の水は透き通っていて、池の底がよく見えた印象があります。もうそれから2年半が経とうとしています。水はまだそこそこ透き通っていますが、去年から少し水の匂いが気になるようになりました。インターネットで調べてみたところ、池の水質を保つにはエアレーションで水に流れを作り、酸素を池の水全体に行き届かせる必要があることが分かりました。ということで、ずっと後回しにしていたこのプロジェクトに取り掛かる決心をしました。まずはエアポンプの購入です。こちらの業務用エアポンプを Amazon で購入しました。近所のハードウェアストアにてエアチューブを購入しました。こうしてポンプ取り付け作業を開始しました。ではその様子をご覧ください。どうぞ。これが業務用エアポンプです。ベースになる板に穴を開けて取り付けました。ここにブリーディングバルブをつけます。このブリーディングバルブは何らかの理由で中の圧力が上がってしまった時に圧力を抜くためのバルブです。手前側が吸気、向こう側が排気のポートになります。ブリーディングバルブにテフロンテープを巻いて空気の漏れがないようにしています。強く締めすぎないように慎重にバルブを締め込んでいきます。吸気用のフィルター部分にもテフロンを巻いて手でねじ込みます。このフィルターの目はすぐ詰まりそうなので定期的なメンテナンスが必要です。この奥のポートにはエアチューブを取り付けます。180度回転させました。ここにエアチューブを取り付けます。ファームにある池です。周りがよどんでいます。こちらが電源ボックスで、こちらにエアポンプを持ってきました。ここにエアチューブをつなぎ込みます。コンセントの充電状況をこのツールを使って確認しています。このツールは一般的にハードウェアショップなどで販売しています。この LED がついていると電気が来ているということになります。問題が発生しました。このエアポンプはつなぎ込む先に漏電防止の特別なコンセントを使ってくださいと説明書きにありました。この池の横に設置してある電源は GFCI のコンセントではなく標準式のコンセントです。コンセントのユニットを交換するためにブレーカーを落とさなければいけません。ここにある25番の池と書いてあるところの電源を落とします。パネルの左側が奇数23、25、27、ここが27番のブレーカーです。落としました。これが GFCI と呼ばれるコンセントのユニットです。漏電した時にブレーカーが落ちるようになっています。先ほど使ったツールを使って何度も電気が来ていないことを確認します。ユニットを交換する前に両側のネジの部分でも通電していないかを最終確認してください。片手でカメラを持っているので左手で通電の確認をしているように見えますが、実際にはカメラを下ろして両手で確認しました。
配線の説明をします。この黒い線がホットと呼ばれる線で、白い線がニュートラルです。そしてむき出しになっている銅の線がアースです。アメリカではグラウンドと呼ばれています。新しいユニットを見てください。金色がホット、銀色がニュートラル、緑色がグラウンドです。アースです。これが外したコンセントのユニットです。200円ぐらいで買える標準タイプのものです。ちなみにこのユニットは 15A となってますので、ブレーカーに対して規格が合っていませんでした。新しいユニットは 20A のものです。ここで防水カバーの蓋が閉まらないという問題が発生しました。ユニットを交換する前まではかなり危険な状態で使われていたということになります。鳥小屋の電源に使おうと思っていたコンセントのカバーが余っていましたので、そちらを使います。カバーの組み立てが完了しました。これをコンセントの上にかぶせていきたいと思います。はい、このようにカバーがうまく取り付けられました。防水部分もきっちりとくっついているようです。防水は良さそうです。最後にコンセントを柱にネジで固定します。この屋外用の防水カバーはホームデポなどで標準的に売られているものです。作業が終わった後にコンセントを抜いてブレーカーのスイッチを入れに行きます。ライトがついているので電気が来ていることがわかります。さあ、いよいよコンセントを差し込みます。エアポンプはきちんと作動するのでしょうか。電気工事はうまくいったので問題ありませんが、どのようにポンプが動くのか見たことがないので心配です。ここで音声をライブの音声に切り替えたいと思います。池の中でアブクが出ました。よかったです。よかった。はい、これをこう閉じればはい、皆さん今日も最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございます。このチャンネルではミシガンでの日常生活を実体験に基づいて配信しています。これからも珍しく面白い動画を投稿しますので、ぜひチャンネルを登録してください。また高評価ボタンやエピソードに関するコメントもいただけますようよろしくお願いします。さて、次回のエピソードはパワーウォッシャーです。楽しみにしていてください。では次回のエピソードでまたお会いしましょう。さようなら。